圧倒的な野菜不足。27時間かけてカナダからインドネシアまで来て、地獄の時差ボケを乗り越え、やっとこれからインドネシアをエンジョイできると思ったところ、夫婦ともどもお腹がぶっ壊れ始めるというのが前回の動画の続きになります。衛生面的な腹痛ではないので、数日間脂っこいご飯を控えて野菜中心に変えたところ、お腹は徐々に治っていきました。なのでここからどんどんお腹が痛くなってきて全く動けないとかそういうのはなかったんですけど、ただちょっとあまりにも生野菜が少なすぎるので家族に聞いてみたんですよ。なんで生野菜食べないのって。そしたらですよ、生野菜なんて気持ち悪いから食べたくないって言われたんですよ。えって感じですよね。普段スーパーに行ったら必ず生野菜とかを買って食べてたので、ちょっと意味がわからないというか、で理由聞いてみたんですよ。そしたらですね、一言で言うと不衛生な可能性が高いっていうことでした。そもそも野菜の生産量が少ないし、野菜の生産体制が整ってないので品質にばらつきがあって、でかつそれが安全に作られているかどうかがわからない。で仮にその出荷段階まで来たとしても、その処理が甘くて虫とかゴミとかがついてたりとか、というかそもそもその環境が洗ってないだったりとか不衛生だったりとかっていう可能性があるから気持ち悪いっていうような話でした。加えてインドネシアの気候も関係していました。インドネシアは一年中暑いので高温多湿な環境なんですよ。でそういう環境だと生ものっていうのが基本すぐにダメになっちゃうので、だからあんま生では食べずにスパイスとか唐辛子とかをこう使ってなるべく長持ちさせていくっていうような感じだそうです。で加えて油を大量に使うことで油で水を飛ばしてですね、臭みを取ったり水分を抜くことでより長持ちさせたりっていう風なことになっています。でそれらが全部相まって生野菜は全然なくて、大量の油を使ってスパイス唐辛子あと調味料とかでめちゃくちゃに味付けをした油飛車がけ激辛料理っていう風になるんですね。日本とかカナダだったらやっぱり全然環境が違うので、そういったことは全く考えたことなかったので新しい視点でした。とはいえですね、どうしても私たち生野菜が必要なので、いろんなスーパーに連れてってもらって、なんとかこういう系のサラダを見つけて手に入れることができました。で一見ですね、見たらすぐに食べれる風のサラダなんですけど、必ず食べる前に洗えって書いてあるものがほとんどで、家族にもですね、何度もちゃんと洗えよって絶対なんかついてるからってめちゃくちゃ念押しされてました。でようやく生野菜も食べれてお腹の調子も良くなってきて、ああよかったよかったっていう話なんですけど、ここでですねちょっとふとおかしいなって思い始めたんですけど、サラダボウルのこの値段1個280円ぐらいです。ただのレタスとキュウリが入っただけのちっちゃいサラダなんですけど、ちょっとなんか高いなっていうふうに思ったんですね。で確かに日本とかで比べてもこんだけの内容やったらちょっと高いですよね、280円。でこの生野菜の需要がそもそも少ないからっていうのは理解してるんですけど、というかですね、インドネシアに来てからあれなんか思ったより全体的に高いかなって思う場面がよくありまして、ずっと違和感を感じていたんですよ。これがきっかけでいろいろ調べることになるんですけど、ここでインドネシアの格差社会について知ることになります。皆さんはインドネシア人の平均月収ご存知でしょうか。2025年時点で約4万円です。月収です。安くなると2万円ぐらい。マネージャーとか部長、役職持ちのいいクラスになってくると6から13万円になったりするそうです。また都市部によっても変わってきたりするので、だいたい平均すると4万円っていうような数字です。日本の中央値28万円と比べると、だいたい7分の1ぐらいの値段ですね。ってことはですよ、さっき買ったですねサラダボウル1つ280円なんですけど、インドネシア人感覚で言うと7倍して1960円ぐらいの感覚になるわけですよ。おい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 、それは誰も食べへんぞって。でおかしいのはね、サラダボウルだけじゃないんですよ。例えばスタバのコーヒーはだいたい500円ぐらいでした。でインドネシア人にとっては3500円ぐらいですね。で私たちが前回の動画で食べた回転寿司、お会計2800円でした。これも19600円ぐらいになります。でインドネシアモールがいっぱいありまして、そこに必ず子供を預ける施設として日本企業のキッズーナがあるんですけど、1回の利用は300円でした。
ってなるとこれも2100円ぐらい。まあ利用できなくはないですけど、月に何回も利用するっていうのはちょっと難しそうですよね。その他にも小太郎に必要なおむつをいっぱい買ったんですけど、おむつ3つぐらいありまして、高いやつだとだいたい2000円ぐらいで、安いやつだと650円ぐらいなんですけど、7倍すると1万4000円、4500円みたいな値段帯になります。でですよ、これはですね、全部モールだったりとか綺麗なスーパーの値段なので、だからちょっとローカルのところとは違うんですよ。例えばコーヒーなんですけど、コーヒー屋さんで飲んだらどんだけ安くてもだいたい300円ぐらいします。ただですね、一歩外に出てワルンって呼ばれる屋台がいくつかあるんですけど、その屋台でコーヒーを買うと1杯80円ぐらいだったりします。インドネシアのチャーハン、ナシゴレンとかもモールのレストランで食べると1000円ぐらいするんですけど、それも外の屋台で食べれば100円で食べれたりするわけですよ。ってなるとですね、はいはいはい、なるほどねと。現地の人は屋台とかそういうローカルのお店を利用してるんやなっていうふうに、理解はできるんですけど、ちょっと冷静に考えておかしくないですか？物価の天地がちょっとありすぎるんですよね。ちょうど新しくできた日本系のスーパーに到着しました。店内はかなり綺麗で、相当ブランディングに力が入ってるのが分かりますよね。私たちの住んでるエドモントンにはこういう日系スーパーはないので、久々にこんだけ日本製品に囲まれました。で、本当日本のスーパーとかモールと同じで、惣菜だったりとか、お肉、あと野菜、お菓子とか調味料とかですね、もう本当全く同じだと思っていただいて問題ないです。値段はこんな感じになってるんですけど、ちょっと日本と同等ぐらいか、ものによってはちょっと高いっていうような印象ですかね。当然全部輸入とか輸出のコストで、上がってるので、日本と同じとは思わないんですけど、やっぱりちょっとインドネシアの物価と考えると高い方ですよね。美味しさはなんか普通っていう感じで、やっぱり日本のスーパーとかの惣菜と比べると全然美味しくはない方だと思います。結局お会計は全部で1万円ぐらいでした。インドネシア人の感覚で言うと7万円ぐらいになるんですかね。やっぱりどう考えてもおかしいですよね。ここまでの説明でインドネシアの物価がすごく天地があるっていうことは伝わったと思うんですけど、もっとねやばいものを見つけてしまいました。それは家と車とローン金利です。皆さんこの家をご覧ください。築30年以上の中古物件で、お世辞にも、綺麗とは言えないですよね。どっちかというとボロボロっていう感じで、この家のお値段なんですけど6000万円します。少し立地がいいっていうのはあるんですけど、それを考慮してもちょっと手に入れたいとは思わないですよね。で、この家を仮に30年ローンで買ったとすると、総額の支払いは1億4500万円ぐらいになります。月々の支払いは40万円前後です。次回の動画では今回の物価よりもやばすぎる家、車、ローン金利について触れていきたいと思います。それでは。